緑ばっかり。ね、本当に。わかりやすいよね。わかりやすかったね。こことセットで見たらすごくいいかもね。何もないっていうことはなかった。あの部分かっていうのとこう答え合わせみたいな感じで、あ、なんかすごい京都みたいな雰囲気出してる。今回は新たに世界遺産となった飛鳥・藤原の九都を巡る旅。日本という国が形作られていく、その始まりの物語です。あ、すごい。すごい。すごい。怖っ。怖っ。ドキドキする。すごいよ。わあ、ほら見て。やば。すごい。おお。どうやってさ、昔の人はこんなでっかいの持ってきたんだろう。ね、でかっ。ねえ。突然現れた巨大な岩。増田岩船と呼ばれるこの石造物は、誰が何のために作ったのか、今もはっきりとは分かっていません。それでもこの巨大な岩に施された精巧な加工から、飛鳥時代に高度な技術が発達していたことがうかがえます。1300年もっと前。もっと前にこれを加工するっていうのはねえ。すごい。それを見れてるって、今の時代で見れてるっていうのがすごいよね。ね、面白いよね、本当に。これをちぎってもらったら100円だけですけど、あ、本当ですか。割引が。あ、知らなかった。あ、本当だ、ありました。はい。おお、ありがとうございます。はい。借りれたね。人生初めての電動自転車。乗ってみたかった。普通の自転車が900円で、電動自転車だったら1400円だったね。でもパスポートあ、そうだそうだ。パスポート買ったらね、安かったんだよね、これね。100円割引してくれたね。この中に割引券があって、こうやっていろんな、このレンタサイクルってやつを渡したら100円割引になった。ね、知らなかったけど教えてくれたね。ね、優しい人だったね。ね。早速行ってみますか。行きましょう。OK、レッツゴー。楽しみ。飛鳥村には飛鳥法と呼ばれる建物の高さなどを規制する法律があります。一見どこにでもあるような田園風景ですが、その地下には古代日本を物語る遺跡が今も眠っています。地域の人々がこの景観を守り続けてきたことも、世界遺産として認められた重要な要素の一つです。おお、いいね、のどかだね。なんか隣のトトロの世界にいるみたい。本当だね。ここかかしロードっていうところらしいね。ね、なんかかかしが秋にコンテストがあるから、多分秋にかかしがいろんなところにいるんだと思うんだけど。夏は緑だね。ね、綺麗だ。綺麗。夏感じてる。19の資産で構成される飛鳥・藤原の九都。その一つ、石舞台古墳にやってきました。今回の世界遺産は、日本が形作られていく過程を伝える遺跡群。石舞台古墳はその始まりとなる豪族の時代を物語る遺跡です。戸賀の馬子のお墓なんじゃないかって言われてるみたい。はいはいはい、アニメで見た、ちょっと牛しってやつ。そうそうそう、皇族のすごいちょっと教科書とかでは悪者っていう風に書かれてるような。全部で2000トンって言ったかな。2000トン。この上に乗ってる岩、77トンだったかって言って、大人のでっかい像10頭分だって。どうやって運んだの？今人力で運んでたよね。人力で運んでた。やば。ねえ。何人必要だったんだろう、それ。半端ないよね。昔の人めっちゃ力持ちだね。豪族たちがこれが建てれるぐらい力を持ってたっていうのがわかるよね。すごい。うわー、なんかここから見たらすごいよ。すごい迫力だね。うわー、わ、冷た。わ、
自分と同じ高さの石があるから怖い。本当だね。同じ高さっていうよりもっとでかい。それでしかも敷き詰められてるっていうか。敷き詰められてる。それをうまく。上だけかと思ってた。その蘇我のうまくは教科書では悪者扱いされるけど、こんな人間だったって悪さをしてたから、そういう痛い目にあって滅亡しましたっていうお話は勝った側が書いてるわけだから。そっかそっかそっか。実際のところはわからないっていう話もあって、なるほどね。確かにそれを見てて面白かった話だね。次の世界遺産へ向かう前に一休み。地元の食材が味わえる老舗の食事処、麺ど屋へ向かいます。よもぎの乳麺と普通の乳麺。奈良の名物じゃないこれ。柿の葉寿司。柿の葉寿司。食べたかった。これ食べたかった。もう麺いっちゃう。いただきます。コシがあって美味しい。あ、そう。このお蕎麦好き。なんか無添加の素材使ってますって書いてあったよね。コシがあって美味しい。本当に。涼しい。口の中が涼しい。夏いいね。いいね、やっぱ蕎麦だね。よもぎ。いただきます。麺がちょっと太くて噛んでいったらちょっとだけプーンってよもぎの香りがする。練り込んであるのかっていうこと。かもしれない。いいね。美味しいよこれ。あ、そう。よもぎ好き。好き。好き。天ぷらとかも入ってていいねこれ。いい。ランチを楽しんだ後はいよいよ飛鳥旧跡へ。豪族の時代から天皇を中心とした国づくりへ移り変わる大きな転換点となった場所です。ここで大化の改新っていうのが起こって、日本の皇族を中心にやっていきましょうっていう形がスタートしたところだね。これは想像力ですね。そうだよね。この世界遺産は何か物があるわけじゃないからね。ね。でもこれ今歩いてる地下にその日本の歴史が埋まってるわけだからね。これも掘って出てきたわけだから。あ、そういうことか。そう、今もこの歩いてる地面の下には何か埋まってるはずだから。飛鳥時代の政治の中心だった飛鳥旧跡。聖徳太子をはじめ日本史に名を残す人物たちが国の未来を模索したこの時代。それまで倭と呼ばれていた国は日本という名前を名乗り始めます。いやでもこれすごくわかりやすいよ。わかりやすかったね。飛鳥旧跡に建物は残っていませんが、ここ飛鳥資料館では当時の様子を知ることができます。1400年前の都の姿や実際に発掘された出土品が展示されており、飛鳥時代をより身近に感じられます。本当に貴重なものがたくさんあるんだね。最初のあの模型とかめっちゃわかりやすいよね。わかりやすかったね。ああいうのでしょ求めてたの。求めてた。ね。あれを見ながら展望台があって上から見て、あっちがあれやったんだ、こっちがあれやったんだって見たいの。わかりやすいよね。こことセットで見たらすごくいいかもね。ね。当時の都に思いを馳せながら最後の目的地へ向かいます。目指すのは飛鳥の都を受け継いで築かれた藤原旧跡です。卵。卵？これ卵だよね。ほらピンクのやつめっちゃあるよ。どういうこと？ゆっくりおいで。だってめっちゃあるよ。本当だ。めっちゃあるよ。こっちにもついてるし。あ、ジャンボタニシ。あ、害虫だ。稲の苗を食害する。ああ。ダメじゃん。たくさんいるね。めっちゃいる。面白いね。飛鳥旧跡よりめっちゃテンション上がってるわ。いや面白い。こういう楽しみ方があるね、田舎ね。でもこれはね、神経毒が含まれているから素手では絶対触ったらダメだって。あ、そうなんだ。じゃあ田んぼの人たちも大変だねこれ。大変だね。耕す人たちも。ねえ。面白い。田んぼの中面白い。探してるわ。I'm tired of
of trying so hard all the time. 飛鳥で始まった国づくりは、ここで政治の仕組みや国のルールが整い、本格的な都へと発展していきます。ここで築かれた国の礎は、今、私たちが暮らす日本へとつながっています。すっごい広い敷地だね。ねえ、みんなははーってやってるところ、今キッズたちが野球してる。ねえ、パラグライダーやってる人もいるね。ね、すごいね。うん、ここは想像しやすいよ。ねえ、規模感が伝わってくるね。うん。なんか私は力を持ってますって感じだもん。そうだね、それも表してるんだろうね。これだけ力があるんだぞって見てもらうように。ね飛鳥村に来る前は何もないイメージなんだよねって言ってたけど、旅してみてそのイメージは何か変わった？あー、今回世界遺産に登録されるって聞いて、歴史はあんまり好きじゃないんだけどちょっとだけ勉強したら、あの部分かっていうのとこの答え合わせみたいな感じで楽しかった。そういう意味では何もないっていうことはなかった。こういう背景があったんだって知ってから来ると楽しめる場所だね。楽しかった楽しかった、なんかそういう旅もいいね。面白いよね。面白い面白い、なんかそういう歴史の旅の魅力に楽しいって思える自分がいるっていうことがまた新しい発見かもしれない。そうだね、うん、初めての旅の楽しみ方だったんじゃない？うん、だっただった、いい旅だったね。いい旅だった、さあ帰ろう。But my heart